人間は自由に生まれたが、至るところで鎖につながれている、という衝撃的な一文は、単なる感情的な叫びではなく、18世紀ヨーロッパの社会構造を鋭く診断したものとして読むべきだ。その時代、王権の真珠説が社会の隅々まで浸透し、貴族と聖職者が特権を独占、平民は重税と無権利の下で暮らしていた。ルソーは冒頭にこの一文を置くことで、文明の進歩が人間の本質的な自由を奪ってきたという逆説を読者に突きつけた。彼が指す鎖は単なる物理的拘束ではなく、制度化された不平等、慣習に裏打ちされた強制、個人の意思を無視する法的、政治的構造そのものだ。神の名によって正当化され、代々受け継がれてきたそれらの正当性を、ルソーは根本から問い直した。自然状態における人間は、他者に支配されず自らの欲求に従って行動する、自然の自由を持っていた。しかしその自由は、孤立した個体の自由であり、飢餓や暴力から身を守る手段すら持たない無力さを伴っていた。ルソーはこの自然の自由を幻想とみなさず、むしろそれを基盤として社会的自由を獲得する可能性を探求した。社会的自由とは、法の下で自己を決定し、共同体の規範に自発的に従うことで実現される自立の状態である。ここで示されるのは自由の喪失ではなく、自由の再定義だ。鎖を断ち切るには単に権力を打倒するだけでなく、新たな契約を結び、その契約の中に真の自由を埋め込む必要がある。それが、社会契約論の出発点である。この問いは単なる政治的改革の提案にとどまらず、人間存在の根本的な構造に迫るものであった。個としての自由と社会の一員としての義務をいかに両立させるか。ホッブズは自然状態を、万人の万人に対する闘争と捉え、その恐怖を鎮めるために絶対的な主権者への服従を必要とした。ロックは生命、自由、財産という自然権を認め、政府はその保護のために存在すると主張した。しかしルソーは両者を批判する。ホッブズの主権者は自由の放棄を前提とし、ロックの財産権は経済的不平等を固定化し、多数の自由を実質的に奪うと指摘した。ルソーにとって真の自由は、他人の支配を受けず、かつ他人を支配しないことであり、そのためには社会契約が個人の私的利益を超越し、普遍的な公共の利益を反映しなければならない。そこで彼が導入したのが、一般意思の概念だ。一般意思は単なる多数決や集団の総意とは異なる。各個人が私的利益を一時的に括弧に入れ、共同体全体の善を考慮したときに生じる意思である。例えば地域住民が道路整備を望むとき、個人的利害ではなく、地域全体の交通利便性という公共の視点から判断したときに一般意思が現れる。この一般意思こそが法の正当性の源泉であり、一般意思に基づく法は個人の自由を侵害するのではなく、むしろ保障するものとなる。ルソーは主権が人民に属し、代表者に移譲することは不可能だと断じた。主権は不可分であり、不可転移である。したがって議会や君主が人民の名において権力を行使する形式は本質的に偽りであり、真の主権は市民が自ら集い法を制定する直接民主制にのみ根ざすと考えた。この考えは、フランス絶対王政下で第三身分が政治的発言権を持たず税金の負担だけを強いられていた構造への革命的挑戦だった。ルソーはその構造が単に不公正であるだけでなく、人間の自由を根本から否定していると論じ、法は人民が自分自身のために定めるものでなければならず、そうでない法は単なる暴力に過ぎないと主張した。この主張は1789年のフランス革命の精神的支柱の一つとなり、自由、平等、博愛のスローガンはルソーの思想が政治的言語に変換された結果である。アメリカ独立宣言にも政府の正当性は筆者の同意に基づくという理念が反映され、ロックの影響が強い一方で、ルソーの人民主権の思想が民主主義の実践的形態を深く形作った。ルソーの思想は歴史的文脈に止まらず、
現代社会でも鋭く響き続けている監視社会における個人情報の収集は、安全の名の下に自由を制約する新たな鎖である。人工知能が人々の行動を予測し選択を誘導する仕組みは、自律性を徐々に奪い、一般意思の形成を阻害する。SNS 上の自由な発言は時にヘイトスピーチや偽情報の拡散を招き、社会の共通理解を破壊する。このジレンマはルソーが問うた自由と秩序の調和の現代的形態だ。一方で、オンライン投票や市民参加型予算編成といった試みは、ルソーの直接民主制の理想を再び現実化しようとする試みでもある。しかし大規模な社会において一般意思を正確に抽出することは極めて困難だ。多数派の意見が少数派を圧倒し、ポピュリズムが一般意思の名を借りて権力を掌握するリスクは、ルソー自身も予見していた。彼は市民の道徳的教育と共同体の結束を重視したが、経済的格差や情報の不均衡が拡大する現代社会では、理想の実現はますます難しくなっている。ルソーの思想は単なる歴史的遺産ではなく、自由とは何か、権威とは何に基づくのか、そして人間が真に自律的に生きるために何が必要かという問いを今日も投げかけている。ここで、ルソーの思想体系の核心である一般意思と個々の意思の瞬別、そして人民主権の不可分性、不譲る性について、テキストに基づく事実のみで機構を開花する。まず一般意思は、公共の利益を施行する意思であり、全員の意思の相は、全員の意思とは本質的に異なると第1部第2章で定義される。全員の意思が各個人の私的欲求の集合に過ぎないのに対し、一般意思は全体が共有すべき共通の目的に基づく集合的判断だ。著名な一文。一般意思は常に正しいが、全員の意思はしばしば誤りである。は、一般意思を正義の基準、個々の意思を欲望の集合と対比させる。第1部第3章では一般意思は、全体が同意すべき唯一の意思と位置づけられ、個人が私的利益を超越し公共の善を施行したときに初めて成立する意思である。ルソーは第2部第1章でこれを、市民的自由、LIBERT、CIVILE と呼び、自然的自由、自己保存、快楽追求とは対極にあると述べた。続いて人民主権の不可分性、不譲る性だ。第1部第1章で、主権は人民に属し、譲渡も分割も不可能と明言し、主権が個人や特定集団に委ねられうるものではなく、常に人民全体の総意に基づく絶対的な存在であることを示した。第1部第6章では主権が、公共の意思に従う限りにおいての未正当とされ、その正当性は一般意思への従属性に依存する。この原理は、1762年の社会契約論第1部1、13章に集中して展開され、フランス革命期1789、1791の国民議会や立憲議会の構造に直接的影響を与えた1789年の人権宣言第3条は、主権の原理はもっぱら国民に由来すると規定し、第6条は法律は一般意思の表現と定め、ルソーの一般意思理論の法的具体化となっている。次に、社会契約が生成する合法的権威の構造だ。第1部第2、3章で提示される社会契約の自発的合意が起点である自然状態の自然的自由は無秩序と不安定を招くため、ルソーは相互依存を実現するために全員が意思を一般意思に一致させる契約を結ぶと主張する。この契約により個々の自然的自由は市民的自由へと拡張され、法の下での平等と個人の権利保護が自由の質的向上をもたらすと説いた。第1部第5章で成立した主権体 SOVEREIGN は一般意思を体現する唯一の立法機関となり、立法権は主権体に属し、
執行権は別機関に委任される二権分立的要素が暗示される。第1部第6章では主権の正当性が法の支配に依拠し、個人は法の下での未自由になると結論付けられ、一般意思が法として具現化されるメカニズムが完成する。第3部第1章では主権が民衆全体の意思のみを代表すると規定し、少数派の利益は一般意思の中に包括されるため、権威の正当性は永続的に保たれる。合意の不可逆性は第1部第2、3章で強調され、社会契約が撤回不可能かつ永続的なものとして権威の永続的正当性を保障する。この全体像から導かれる二大命題は、1、一般意思の優位性。個々の意思は私的欲求の相和に過ぎないが、一般意思は公共の善を施行する集合的判断であり正義の基準となること。2、人民主権の絶対性。主権は人民に属し、不可譲る、不可分であり、その正当性は一般意思の具現化たる法の支配に依拠することだ。これらは、社会契約論。第一部の叙述構造を貫き、合法的権威を生成する論理的機構を形成する。ルソーの思想は啓蒙時代の思想系譜の中で、ホッブズとロックという二人の巨人と対照させることで初めて鮮明になる。ホッブズの自然状態は、万人の万人に対する闘争。ロックは、生命、自由、財産の自然権を掲げるが、ルソーは自然状態を、自由に生まれた人間が至るところで鎖につながれている、という逆説で捉え直し、人間の本性は善であり社会的制度が不平等と不自由を生み出すと主張した。この思想はフランス革命の思想的基盤となり、1789年の人権宣言第1条、人間は自由かつ平等な権利を有する、にはルソーの自然自由概念が色濃く反映されている。ジャック・ル・ミラントやロベスピエールらはルソーの人民主権と一般意思を革命の正当性の根拠として引用し、王権真珠説に対抗した。1793年の憲法草案では人民全体の意思に基づく直接民主制が試みられ、ルソーの理想が政治実践に具体化された例として語り継がれる。人間は自由に生まれたが、至るところで鎖につながれている。これは、ジャック・ルソーが社会契約論で発した衝撃的な言葉だ。彼の確信は、人間の本性は善でありながら、社会的制度が不平等と不自由を生み出すという認識にある。自然状態における純粋な自由は、文明社会への移行とともに失われ、個人は自らの意思とは無関係に、様々な権力の構造に組み込まれていく。このパラドックスが、現代の監視社会やアルゴリズム支配といった形で再び浮上しているのだ。ルソーによれば、真の自由とは、一般意思の実現に他ならない。一般意思とは、個々のして切りがいを超えた、共同体全体の真の利益を指す概念であり、個人の自由は法の支配を通じてのみ担保される。しかし、現代社会ではこの一般意思の形成が困難を極めている。SNS 上の情報操作はフィルターバブルを生み、人工知能は行動を予測し選択を誘導する。かつての社会的鎖に加えて、デジタル空間が新たな拘束の場と化しているのだ。それでも、ルソーの思想は現代の制度設計に多大な影響を与えてきた。スイスの住民投票制度は、人民主権の原理を具現化したものと評価される。憲法改正や重要政策の決定を国民投票に委ねるこの仕組みは、一般意思の形成過程を制度化した試みだ。同様に、ブラジル、ポルトアレグレ市の参加型予算編成は、市民が直接予算配分を決定できる参加型ガバナンスの先駆的事例と位置づけられる。アイスランドでは、欧州債務危機を契機に市民憲法制定プロセスが実施され、普通選挙で選出された市民代表が憲法草案を起草した。これらの試みは、いずれもルソーの人民主権論と一般意思の理想を現代的に再構成しようとしたものだ。だが、一般意思の具体的な形成メカニズムは依然として不明確だ。
多数決や代表制は全市民の直接参加と完全なる合意形成の代替物として発展したが、これが真に一般意思を反映しているかは疑問が残る。デジタル技術の活用は参加の機会を拡大したが、アルゴリズムのバイアスや非透明性は一般意思を歪曲する危険性をはらむ。ソーシャルメディアのレコメンデーションは思想の多様性を制限し、デジタル空間における公共性を損なう可能性があるのだ。さらに、一般意思の絶対化は深刻な問題を引き起こす。フランス革命期のジャコバン派は、一般意思を自称しながら反対派を反革命分子として排除した。この歴史的事実は、ルソーの思想が権力の正当化に悪用される危険性を如実に示す。20世紀の全体主義体制も、一般意思の名の下に個人の自由が奪われた例として指摘される。多数派の専横を防ぐ権力分立や基本的人権の保障がルソーの理論には欠けており、これが実践における適用の難しさを物語る。それでも、デジタル時代の人民主権の可能性は無限だ。人工知能を活用した意見集約やオンライン投票は、一般意思の形成を加速させる一方で、透明性と公平性の確保が不可欠だ。フィルターバブルやエコーチェンバーを乗り越えるためには、アルゴリズムの監視と修正の仕組みが必要となる。技術的改革と並行して、教育を通じた市民参加の啓発も求められる。デジタル空間における自立と従属のバランスをいかに取るか。最終的に、ルソーが投げかけた2つの根本的な問いが残る。人間はなぜ自由を失うのか。正当な政治権力はいかにして成立しうるのか。この問いは、18世紀の絶対王政下で書かれたテキストが、今もなお現代社会の構造を照らす鏡となっていることを示す。社会契約論が提唱する人民主権の原理は、日本国憲法第1条の主権在民にも明確に反映されている。憲法は国民の意思に基づくものであり、国家権力の正当性は国民に由来するというこの理念は、ルソーの思想が日本の民主主義制度に与えた最も直接的な影響の一つだ。しかし、日本の現行制度においても、一般意思の実現には課題が山積している。選挙における投票率の低迷は、国民の政治参加意識の希薄さを示すものであり、政策決定過程への実質的な関与の機会は限定的だ。デジタル時代においても、政府や自治体によるオンライン参加プラットフォームの整備は進んでいるものの、その利用は特定層に偏り、多様な意見の反映には至っていない。さらに、選挙制度そのものが多数決原理を前提としており、少数者の権利保護とのバランスが常に問われ続ける。それでも、ルソーの思想は現代日本のガバナンス改革に一定の指針を与えている。自治体レベルでの住民投票や参加型予算編成の実施、さらにはデジタル庁の設立に見られるように、政府は市民参加の機会拡大を図りつつある。しかし、これらの取り組みが真に一般意思の形成に寄与するかは、その透明性と公正性の確保にかかっている。デジタル社会における人民主権の実現には、技術的な改革だけでなく、市民一人一人の意識変革が不可欠だ。フィルターバブルを超えた情報共有の仕組み、アルゴリズムの透明性の確保、そして何よりも、自らの意思を形成し表現する主体性の回復が求められる。ルソーが夢見た自由と秩序の調和がデジタル時代においても実現可能かどうか、その答えは私たち一人一人の手に委ねられている。わらず、現代の民主主義や権力構造を論じる際に避けて通れないテーマです。自然状態の自由は本質的に平等であるものの、社会形成過程で所有権や不平等が固定化され、人々は自らの自由を制約する制度に服従せざるを得なくなります。ルソーはその喪失を嘆くだけでなく、自由を回復するためのメカニズムとして社会契約を提示し、個人の私意思ではなく全体の利益を反映した一般意思が最高の規範となると説きました。ここで問題になるのは、一般意思の具体的運用方法が不明確であること、そして少数者の権利が軽視される可能性があることです。これらは現代政治でも依然として議論の敵であり、ルソーの理論が内包する矛盾の一つです。歴史的に見ると、
ルソーの思想はフランス革命の根本的批判として機能し、王権真珠説に対抗して人民の同意に基づく正当性を主張しました。この考えはフランス革命やその後の民主主義運動に大きな影響を与え、近代憲法の基礎となりました。革命後のフランスで見られたように、人民主権の名の下に暴力や独裁が生まれる危険性も内包していました。ジャコバン派の徳による独裁は、一般意思の名を借りて反対派を弾圧し、理論と実践のギャップを浮き彫りにしました。現代政治哲学においては、グローバリゼーションの進展により国家主権が相対化され、人民の定義自体が揺らいでいます。移民や難民、超国家的組織の台頭は、伝統的な国民国家の枠組みを超えた新たな社会契約の模索を迫ります。また、デジタル技術の発展は一般意思の形成過程に新たな可能性とリスクをもたらし、ソーシャルメディアを通じた直接民主主義は市民参加を拡大する一方で、フェイクニュースや操作による意思決定の歪みを招く恐れがあります。ルソーが想定しなかったこれらの変化は、彼の理論を現代に適用する際の新たな研究課題です。今後の研究では、ルソーの思想を性的なテキストではなく、動的な議論の出発点として位置づけることが重要です。一般意思を現代の合意形成理論と結びつけ、どのような手続きが共通善の実現に寄与し得るかを検討することや、人民主権を多層的ガバナンス構造に適用する試み、さらには自由と平等の関係性を経済格差や社会正義の文脈で再検討することが有意義です。結局、ルソーの社会契約論の永続的な価値は、その問題提起の鮮度にあります。人間の自由と社会的制約の緊張関係を描き出し、権力の正当性を根本から問い直したルソーの問いは、時代や文脈を超えて繰り返し現れます。現代においても、私たちは依然として、自由と秩序の間で揺れ動き、個と共同体のバランスを模索し続けています。ルソーの思想は答えを提供するものではないかもしれませんが、課題を明確に浮き彫りにし、批判的思考を促す点で、今なお不可欠な知的資源であり続けています。その上で、ルソーの自然状態、概念と現代の生物学的、進化論的研究を照らし合わせる試みが、近年の学際的議論の中心となっています。ダーウィン以降の進化生物学は、個体群が環境に適応する過程で、協調的利他的行動が自然選択によって維持されることを示唆しています。これをルソーの自然状態の自由で平等な人間像と結びつけると、自然状態は単なる無秩序の混沌ではなく、潜在的に協調的な相互依存関係が埋め込まれた潜在的社会的基盤と解釈できるのです。例えば、フランスの哲学者エティエンヌ・ド・ラ・ボーニャックは、ルソーの自然状態を共同体的自然性 COMMUNAL NATURALNESS として再定義し、現代のエコロジカル・エコノミー理論と融合させることで、持続可能な社会契約のモデルを提案しています。彼の主張によれば、資源の共有と相互扶助は、個人の自由を制限するのではなく、長期的な自由の保障に資する、共同的自由を形成する基盤となります。この観点から、現代の環境政策にルソー的思考を適用する具体例として、カーボン、プライシング、炭素価格制度があります。炭素排出という共通の外部不経済は、個々の企業や市民が自らの私的利益を追求することで全体の福祉を損なう、トラジディ・オブ・ザ・コモンズの典型です。ルソーが求めた一般意思の実相は、ここでいう全体の利益を数値化し、価格シグナルという形で個々の行動に内在化させることに相当します。すなわち、炭素税や排出権取引は、私的欲求と公共善を結びつける制度的鎖の一部であり、正しく設計されれば、
個々の自由な選択が全体の持続可能性という一般意思へと収束します。しかし、制度設計の過程で生じる行政的独占や利益団体のロビー活動は、ルソーが警戒した少数者の圧政そのものです。実際、欧州連合における排出権市場は、一部大企業が取引を支配し、価格操作や情報の非対称性を利用して利益を独占するケースが報告されています。ここで問題となるのは、一般意思が形式的に市場メカニズムという手段に委ねられた結果、実際の政策決定が特定の経済エリートに変更する点です。ルソーが想像し得なかった金融化された一般意思の歪みは、デジタルファイナンスのアルゴリズムが自動的に取引を最適化する過程でも同様に顕在化します。ブロックチェーン技術を用いた分散型ガバナンスは、透明性と参加性を提供し得るものの、トークンエコノミーの設計次第で新たな権力集中を生む危険性もはらんでいます。したがって、一般意思を技術的に実装する際は、単にアルゴリズム的多数決ではなく、倫理的評価基準と多層的監査メカニズムを組み込む必要があります。次に、ルソーが市民教育 DUCATION CIVIQUE を通じて一般意思を育むべきだと論じた点を現代の教育政策と比較検討します。ルソーはエミールにおいて感情と理性の調和が自由市民の形成に不可欠であるとし、自然教育と公共教育の2本柱を提唱しました。21世紀におけるシチズンサイエンスやデジタルリテラシープログラムはまさにこの思想の延長線上に位置します。例えばエストニアの ESTONIA プロジェクトは、国民がデジタル ID を用いて公共サービスに直接アクセスし、政策提案や投票に参加できるプラットフォームを提供しています。市民は自らのデジタル足跡を通じて、公共前のデータを生成し、アルゴリズムがそれをリアルタイムで集約、分析することで、政策の迅速なフィードバックループが実現します。これは、ルソーが創造した公衆の討論、DLIBRATION、PUBLIQUE が、情報技術によって空間的、時間的制約を超えて実装された一例と言えるでしょう。しかし、同時にエストニアでも、デジタル、ディバイドの問題が顕在化しています。高齢者や低所得層がデジタルインフラにアクセスできない場合、彼らの意見は一般意思の形成過程から排除され、結果として政策が特定層の利益に偏る危険があります。ルソーが強調した全市民の平等参加の原則は、ここで技術的格差という新たな鎖に直面します。対策としては、公共図書館やコミュニティセンターでのデジタル教育の拡充、オフラインでの意見収集メカニズムの併用、さらには人工知能が生成した意見要約を多言語、多文化対応させることで、包摂的な参加基盤を構築する必要があります。また、ルソーの直接民主制への憧れは、現代のリファレンダム、住民投票、運動と交錯します。スイスやカリフォルニア州のように、特定の政策課題について国民が直接投票できる制度は、一般意思を直接的に測定しようとする試みです。これらの制度は民主的正当性を高める一方で、複雑な政策課題を単純化し、感情的なポピュリズムに流れやすいという欠点も抱えています。実際、2020年の米国大統領選挙後にカリフォルニア州で行われた暗号通貨の規制、リファレンダムでは、専門的知識が不足した有権者が感情的なキャンペーンに左右され、結果的に産業界と消費者の利益が対立する政策が採択されました。ルソーが警告した多数の合成、TYRANNY of the MAJORITY は、こうした直接投票のメカニズムにおいても依然として有効です。したがって、直接民主制を補完する代表的審議会
やランダム抽出市民パネル、審議型ミニパブリックの導入が提案されます。これらはランダムに選ばれた市民が一定期間にわたり専門家と対話し、情報に基づいた意思決定を行うことで感情的変更を緩和し、一般意思の成熟度を高めることが期待されています。さらにルソーの思想は国際関係論にも新たな光を投げかけます。19世紀以降の国際秩序は主権国家間の相互承認と力の均衡に基づいて構築されましたが、ルソー的視点からは人民の同意による国際的正当性が不足していると批判できます。近年のグローバルガバナンスや多国間協定の形成過程において一般意思の概念を拡張し、全人類の共通善を目指す枠組みとして地球憲章アース CHARTER やパリ協定のような制度が登場しています。これらは国家という中間層を超えて気候変動や生物多様性といった地球規模の課題に対し全人類の一般意思を抽出しようとする試みです。しかし実務上は国家が交渉の主導権を握り、開発途上国の声が相対的に弱まる構造が依然として残ります。ここで注目すべきは非国家主体 NGO、企業、市民ネットワークが国際議事に直接参画できるプラチナムシティモデルの実験です。スウェーデンのストックホルムで開催された気候サミットでは、数百の草の根団体がオンラインプラットフォーム上、ルソーの社会契約論、人間は自由な状態で生まれるが、至るところで鎖に縛られている。人間は自由な状態で生まれる。しかし、裸の自然状態において、彼は弱く不完全であり、絶え間ない恐怖の中で生きている。この状態から脱する唯一の道は、共同体の形成、すなわち社会契約であった。ルソーは社会契約論においてこう宣言した。人間は自由な状態で生まれるが、至るところで鎖に縛られている。この一文は自由と強制のジレンマを凝縮して表現している。自然状態の自由は無政府状態と同義であり、社会契約はその自由を部分的に放棄する代わりに共同体的自由を獲得するメカニズムであった。しかしこのメカニズムが常に公正に機能したわけではない。ルソーは第三巻において国家が大きくなればなるほど自由は希薄になると警告した。巨大な国家では一般意思は抽象化され、権力は少数の手に集中し、多数の暴政が出現する。この危険は2020年の米国大統領選挙後にカリフォルニアで実施された暗号資産規制リファレンダムでそのまま現れた。専門知識を欠く有権者が感情的なキャンペーンに流され、その結果産業界と消費者の利益が鋭く対立する政策が採択された。多数の暴政は直接民主制のメカニズムにおいても依然として有効であった。したがって直接民主制は代表的審議会やランダム抽出市民パネル、審議型ミニパブリックによって補完される必要がある。この手法では無作為に選ばれた市民が一定期間専門家と対話し、情報に基づいた意思決定を行う。感情的な偏りを緩和し、一般意思の成熟度を高めることに寄与する。この実験はフィンランドやデンマークですでに実施されており、共同体参加と情報公開性を最大化することを目的としている。ルソーの思想は国際関係論にも新たな視点を提供する。19世紀以降の国際秩序は主権国家間の相互承認と力の均衡に基盤を置いていた。しかしルソー的観点から見ると、人民の同意に基づく国際的正当性が欠如していると批判できる。最近グローバルガバナンスと多国間協定の形成過程において地球憲章アース CHARTER やパリ協定といった制度が登場した。これらの制度は国家という中間層を超えて
気候変動や生物多様性といった地球規模の課題に対して全人類の一般意思を抽出しようとする試みである。しかし実務的には国家が交渉の主導権を握り、開発途上国の声が相対的に弱体化する構造が依然として残っている。ここで注目すべきは、非国家主体、NGO、企業、市民ネットワークが国際的意思決定に直接参加できる、プラチナムシティ、モデルの実験である。スウェーデンのストックホルムで開催された気候サミットでは、数百の草の根団体がオンラインプラットフォームを通じて政策提案を投稿し、AI がこれをテーマ別にクラスタリングした。その結果、食料安全保障や気候正義といった課題が上位にランクインし、最終的な公式合意文書に新たな条項として盛り込まれた。これはデジタル集合が一般意思を多層的に捉え、国家中心の権力構造を補正する可能性を示している。同時に AI が生成する政策要約のブラックボックス問題は、ルソーが懸念した意思の不可視化と類似の懸念を呼び起こす。AI の判断基準が透明でないまま政策に反映されれば、一般意思は技術的エリートの意図に置き換わり、民主的正当性が揺らぐ。この問題を解決するため、EU 執行委員会は、説明可能な AI の規格を整備し、アルゴリズム公聴会を義務化した。この制度は、市民が AI の意思決定ロジックを閲覧し、議論できるようにするものである。手続き的正当性をデジタル時代にも実現しようとするルソー的公共討論概念の現代的再構成と評価される。ルソーの自然権概念と社会契約の関係はデータ主権論争として再解釈される。個人データは現代の身体の財産とみなされ、国家や企業がこれを管理利用する際には個人の同意という形で社会契約が締結される。 EU の GDPR は忘れられる権利ライト2 B FORGOTTEN を明示し、データ主体の自由意志を法的に保護している。これはルソーが要求した個人の自由が公共の善に服従するプロセスをデジタル領域に移植した事例である。しかし、データ流通の国際的規範が統一されておらず、国家間データ主権紛争が新たな国際摩擦を生む可能性が指摘されている。これは、ルソーが創造した人民の同意に基づく国際秩序の実現が、技術的、法的限界に直面する現代的ジレンマを反映している。ルソーの理論は単なる政治哲学の遺産にとどまらない。情報技術、環境政策、国際法、経済構造など多方面に波及している。共同体参加と情報公開性を基盤に包摂的ガバナンスを構築しようとする試みは、自由と制約、個人と共同体の二項対立を絶えず再構築している。したがって、今後の研究課題として以下の3つが重要である。第一に、手続き的正当性の設計、アルゴリズム的多数決、ランダム抽出市民パネル、ブロックチェーン、ガバナンスなど、具体的な手続きをどのように組み合わせて、一般意思、形成過程を透明かつ包摂的にするかを比較分析しなければならない。特に、AI 倫理と説明責任フレームワークを統合したハイブリッド民主制度、モデル化が必要である。第2に、少数者保護と多様性の制度化、一般意思が多数派の感情の流れに流されやすい点を補完するため、憲法的少数権保障や基本権の超法規的条項の導入を検討しなければならない。デジタル空間では、マイノリティ、アルゴリズム、インパクト、アセスメント、MAIA を制度的に義務化し、技術的偏りが政策に及ぼす影響を事前に評価するシステムが必要である。第3に、グローバルスケールの一般意思の最定義、気候変動やパンデミックといった超国家的課題に対して、
全人類的一般意思を抽出し実践するメカニズムを構築しなければならない。この場合、国際的データプラットフォームと多層的ガバナンスネットワークを結合し、各地域の文化的、社会的価値を尊重しながら、共通善を定量化する方法。例、総合福祉指数、COMPOSITE、WELL、BEING、INDEX の開発が鍵となる。これらの課題には学際的アプローチが不可欠である。政治哲学者はルソー原点の解釈を深め、法学者は制度的フレームワークを整備し、情報科学者は透明性と公正性を保証する技術を提供し、社会学者は市民参加の実態をフィールドワークで検証しなければならない。このような共同こそが、ルソーが掲げた、自由な人間が共同体の中で自己実現する、理想を21世紀のデジタル社会で具体化する唯一の道である。最後に、ルソーの問い、なぜ人間は自由を失うのかに対する答えは、単一の理論や制度では決して完結しない。むしろ、歴史的、技術的変遷が積み上げてきた多層的な鎖を認識し、それを解きほぐす鍵として一般意思を再構築する過程こそが、現代的課題解決に最も効果的なアプローチである。自由と制約の弁証法は、ルソーが描いた自然状態と社会契約の二項対立を超え、デジタルエコシステムという新たな舞台で再現されている。我々はその舞台の脚本家であり、同時に観客でもある。絶え間ない批判と創造的対話こそが、真に自由な社会へと進む唯一の道であることを忘れてはならない。この文脈において、ルソーの思想は現代の都市政治にも示唆に富む。21世紀の巨大都市は、人口密度、経済格差、文化の多様性が複雑に交差するミニ国家として機能し、そのガバナンスは一般意思の実験場となっている。バルセロナ市が導入したデジタル市民評議会 DIGITAL、CITIZENS、カウンシルは、市民がオンラインプラットフォームを通じて政策立案に直接参加できるシステムである。住民が気候対策や住宅政策に関する提案を投稿すると、他の市民が投票で優先順位を決定し、行政は上位5件を毎月審査する方式だ。これは単なるパブリックコメントではなく、共通意思の形成と制度的応答が連動するルソー的民主主義の現代版と評価される。このような地方自治体制の実践は、中央集権的国家モデルに対する代替案としても注目されている。ルソーは、社会契約論第3巻で、国家が大きくなればなるほど、自由は希薄になる、と警告した。この観点から、アムステルダムやハーグ、ザ・HAGUE といった都市が推進する、コミュニティ、バイ、デザイン、コミュニティ、バイ、デザイン、戦略は、物理的空間の設計段階から市民参加を含め、社会的結束と政治的自立性を同時に促進しようとする試みである。具体的には、公共広場の再設計やエネルギー協同組合の設立において住民ワークショップを義務化し、合意形成過程を社会契約の再締結として位置づける方式だ。この草の根民主主義は、抽象的な国家主権よりも日常生活圏での共有された意思に焦点を当てる点で、ルソー思想を現実的スケールで具体化している。また、教育制度においてもルソー的アプローチの復活が最近重要なトレンドとなっている。彼の教育論、エミールでは、自然に従った教育が強調され、子供は外部の強制なく自身の経験を通じて理性と道徳心を育むべきだとされる。現代では、フィンランドの現象ベース学習、PHENOMENON、BASED、ラーニング、やデンマークのフリースコーレ、FRISKOLE、運動がこの理念を継承している。これらの教育モデルは画一的カリキュラムを排除し、
生徒が環境問題や移民政策といった社会的課題についてグループで討論し、共通理解を構築する過程を重視する。これは未来の市民が一般意思を形成する能力を育む長期的、構造的投資である。特に SNS による感情的極性化が若年層の政治認識に悪影響を及ぼす現場において、共感力と批判的思考をバランスよく育む教育は、ルソーが懸念した偽りの意思 FALSE ウィルに対抗する防波堤となる。しかし、ルソー理論には内在的な矛盾も指摘されてきた。彼は、一般意思は過誤を犯さないと断言したが、個人がこれを正確に認識できる保証はない。このジレンマは現代の認知科学によって新たな光が当てられている。ハーバード大学の研究チームは2022年の実験で、人々が集団討論時に感情的共鳴が起こりやすくなり、合理的判断が妨げられるという事実を明らかにした。これは、ルソーが想定した理性的市民像が心理的に必ずしも現実的でないことを示唆する。一部の政治学者は、強化された理性 AUGMENTED、REASON 概念を提示し、AI ベースのファクトチェックと偏り検出アルゴリズムを組み合わせたハイブリッド意思決定システムを提案している。リズムを議論プロセスに統合することで、一般意思の形成を支援すべきだと主張している。例えば、フランスのコンサルテーション・ナショナル・プラットフォームでは、市民の投稿に対してリアルタイムで信頼性スコアを表示し、誤情報の拡散を抑制する仕組みが導入されている。これは、人間の認知的限界を技術で補完しつつ、ルソー的民主主義の理想を現実に近づける試みである。さらに興味深いのは、ルソーの思想が非西洋社会における政治変容にも影響を与えている点だ。例えば、ボリビアの2009年憲法では、ビバ、ラ、ピチャカ、VIVIR、BIEN、良い生き方という先住民族の哲学が憲法原理の一つとして盛り込まれており、これは個人の利益追求よりも共同体と自然との調和を重視する点で、ルソーの自然回帰思想と共鳴する。同国では、資源開発プロジェクトに対して、慈善かつ自由な同意、FPIC を必須とし、地域共同体が自らの未来を決定する権利を法的に保障している。これは、近代的社会契約がヨーロッパ中心の枠組みに閉じこもるのではなく、多元的な世界観を受け入れる柔軟性を持っていることを示している。ルソー自身が、文明は堕落の源と述べたことからもわかるように、彼の思想は西欧近代性そのものへの内部批判として機能し得るのだ。このようにルソーの哲学は単なる啓蒙思想の一角としてではなく、グローバルな不平等、生態的危機、デジタル支配という21世紀の緊急課題に対して常に再解釈と再適用の余地を持つ動的な知の資源として位置づけ直されるべきである。彼が残した最大の遺産は、おそらく完成された理論体系ではなく、私たちの自由がどのように蝕まれているかを問い続けることの重要性を常に喚起する声としての役割にある。鎖は時代ごとに姿を変えても、それを自覚し、断ち切ろうとする意志こそが、真の自由の始まりなのである。このような文脈において、ルソーの一般意思、概念が持つ倫理的深みは、単なる政治参加の枠を超えて、個人の内面的変革へと問いを拡張する。彼は、社会契約論の中で、自由とは自然的な欲望の解放ではなく、理性によって自己を律することにある、と示唆しており、これは現代の自律的市民像に重要な含意を与える。例えば、カナダ、ブリティッシュコロンビア州で展開されている市民エシックスプログラムでは、高校生に対して自分にとっての善とは何か、共同体に対する責任はどう定義されるかといった哲学的ディスカッションを必修化している。この教育実践は、ルソーが重視した自発的服従
VOLUNTARY OBEDIENCE すなわち他者から強制されるのではなく、自らの理性に基づいて共同体のルールを受け入れる態度を育むことを目的としている。実際に参加した生徒の多くが、その後の地域ボランティア活動や選挙投票率において優位な向上を示したことから、思想の内面化が行動変容につながる可能性が実証されつつある。また、デジタル時代における主権の再考という観点からも、ルソーのアイデンティティ理論は新たな解釈の余地を持つ。彼は、人は社会に入るとき、自然状態の自己を捨て、社会的自己を獲得する、と述べており、これは SNS 上で多重的に構築される現代人のアイデンティティと深い関係がある。MIT メディアラボの研究では、オンラインでの発言が、個人の意見としてではなく、集団帰属意識の一環として形成されることが明らかになっており、これが一般意思と多数決の意思の混同を助長していると指摘する。こうした状況下でルソーが警告した私的利益の集合、一般意思ではないという命題は、情報の断片化が進む現代社会において一層切実な課題となっている。これを受けてドイツの市民団体デモクラシーラボは、オンライン討論空間において一時的な匿名性と最終的な実名確認を組み合わせるシステムを開発した。発言当初は匿名で自由な意見交換を行い、一定の合意に達した段階で参加者が身分を明かすことで責任ある意思決定を促す仕組みだ。これはルソーが理想とした透明性のある公共権をテクノロジーの文脈で再設計した試みといえる。さらに気候危機への対応においてもルソー的視座は重要な手がかりを提供する。彼が人間は自然から離れすぎたことで道徳的に堕落したと述べたことからもわかるように、環境破壊は単なる技術的問題ではなく社会的契約の歪みとして捉えることができる。2023年にネパールで導入された気候陪審制度クライメート JURY システムは、全国から無作為に選ばれた市民100人が数日間にわたり科学者や政策立案者からの証言を聞き、国レベルの脱炭素目標について勧告を行うというものだ。この制度は、一般意思は議論を通じて形成されるというルソーの前提に立っており、専門知識と市民的判断の融合を目指している。実際、最初の審議では政府案よりもはるかに野心的な削減目標が提案され、世論の大きな支持を得た。これは、人々が十分な情報と時間を与えられれば、短期的な利害を超えて共通善を追求できる可能性を示しており、ルソーの楽観主義に一定の実証的根拠を与える結果となった。こうしたグローバルな実践の背後には、自由とは支配からの解放だけでなく、共に生きる者たちとの関係性の再構築であるというルソーの根本的な洞察がある。鎖は物理的、制度的なものに限らず、偏見、無関心、情報の非対称性といった形で今日も存在している。しかし、それらに気づき、対話と教育、制度設計を通じて乗り越えようとする営みそのものが、まさに社会契約の現在進行型なのである。ルソーの言葉を借りれば、人生に一度、我々は自らの鎖を選び直さなければならない。そしてその瞬間は、常に今、ここにある。